カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンアセヨ、風花です。今年も残すところ10日となりましたね。この番組は特に年末年始のお休みはなく、来週も放送する予定でいます。皆さん時間がある時に聞いていただければ幸いです。私は Spotify for Podcasters というアプリからポッドキャストを配信しているんですが、12月になると Spotify が1年間の配信の成果を集計してくれるんですね。それでポッドキャスター向け Spotify まとめというのがアプリ上に表示されます。これはあくまで Spotify の中での結果で Amazon Music や Apple Podcast の情報は含まれていないんですけれども、そうした1年間のまとめが出るんですね。そして Spotify では今年はリスナーさんが去年から 54% の増加。そして数あるポッドキャストの中からカンバラを聞こうを一番聞いてくださっている方がなんと143人もいらっしゃるそうです。皆さんありがとうございます。このポッドキャストは Amazon Music が最もリスナーさんの数が多いんですね。でその次が Apple Podcast で、実は Spotify は一番リスナーさんの数が少ないアプリなんですけれども、その中でもねこれだけリスナーさんいてくださるということは、かなりコンテンツが広がった1年だったんだろうなと思います。今月の初旬にジョイジョイライフの方のマシュマロに2日連続でメッセージを送ってくださった方がいらっしゃってですね、お酒を飲みながらチョソンモさんの楽曲を聴いていて、よく遂行せずにメッセージを送ってしまいました、すいませんっていう内容だったので、詳細なメッセージ紹介は番組の中でしないんですけれども、全然大丈夫ですよ。聞いてくださってありがとうございます。そしてメッセージの中に、あの頃の韓国バラードをまだ大切に聴いている人がいること、そして今の時代につながるように配信してくださっている方がいることを知って嬉しくなりましたというふうに書いてくださっていて、ちょうど私も同じ頃ですよ。約20年前に韓国バラードと出会ったので、きっと同じ時期に同じような楽曲を聴いていた方なんだろうなと思って、私も嬉しくなりました。チョソンモさんを聴きながらの晩酌、素敵ですよね。今後もいろんな時代のいい曲を紹介していきたいと思いますので、ぜひ聴いてください。さて、今週はもうあと数日でクリスマスということで、クリスマスソングをカバーして紹介したいと思います。でも本当は11月くらいからクリスマスプロモーションってもう始まってますよね。街のイルミネーションが始まったりだとか、お店にツリーが出たりするのが11月からなので、こんな直前にねクリスマスソング放送していたのではちょっと遅いんですけどね。皆さんはよくご存知だと思いますが、私は物悲しい曲が好きなんですよ。それで別にクリスマスソングが嫌いってわけではないんですけれども、自分から選んで聴くことが少ないジャンルなので、あんまり詳しくないんですよね。いつもカバー曲の準備をし始めるのがだいたいリリースの1ヶ月前なんですよ。まずカラオケ音源を作って、歌の練習をして、レッスンを受けて歌い込みして、レコーディングをして、ミキシングをして、撮影してっていう感じで進んでいくんですけれども、だいたいその工程に1ヶ月ぐらいかかるんですね。で、今年は10月の末ぐらいに歌の先生から12月の放送予定どうなってるのと聞かれてですね。で、12月はリクエスト曲と、あと何曲か足してやろうと思ってるんだけどみたいなことを話してたら、いや12月だよと、クリスマスソングの準備しなくていいのって歌の先生に言われて、そういえばそういうものがありましたねっていう感じで、クリスマスの存在をねそれで思い出したわけですよ。で、今年は特に秋が暑かったですからね、まだ暑いくらいの時期にもうクリスマスを意識する必要があったんですね。で、ちょっとこれ来年は気をつけて、もう1週間くらい早く、少なくとも12月の上旬あたりにクリスマスソングをやりたいと思っております。そして去年はボアさんのメリクリの韓国語バージョンをカバーしたんですが、今年はジェリークリスマスのシリーズからクリスマスにクリスマスだからという曲をカバーします。
このジェリークリスマスとは、ジェリーフィッシュという韓国の事務所に所属している歌手がコラボレーションしてクリスマスに楽曲を発表する企画なんですね。なのでタイトルに表記している歌手の名前がこんなに多いんですよ。たくさんの歌手が参加している楽曲なんですね。ジェリークリスマスは2010年から始まって2016年まで毎年クリスマスに合わせて楽曲が発表されていました。今回紹介する曲クリスマス日課クリスマスだからは2012年の曲で、ソン・シギョンさん、パク・ヒョシンさん、イ・ソクフンさん、ソー・イングクさん、ビックスさんが参加しています。そうそうたるメンバーですよね。そしてこのジャケットの写真がですね、皆さんがスーツ姿で横一列にずらーって並んでいる写真ですごくかっこいいので、ぜひ検索してご覧になってみてください。Apple Music とかでね、この曲を検索すると再生画面にその写真が出てきます。私の大好きな歌手たちが参加していて大ヒットした楽曲なので、クリスマスソングに疎い私でも知っていた曲なんですね。で、この曲はバラードではなくてアップテンポで明るくて、まさにクリスマスソングらしい曲調の楽曲になっています。では早速歌詞の内容紹介に入っていきますね。この曲はですね、多分友達以上恋人未満な関係の好きな人に、もうクリスマスだからっていう感じで勢いをつけて思いを告白しようという内容ですね。では A メロの部分から歌詞を紹介していきます。오늘은 뭔가 좀 다른 기분。今日は何かが少し違う気分。이젠 때가 된 것 같은 느낌。もう時が来たかのような感じ。하늘에선 마침 눈이 내려。空からはちょうど雪が降ってきて Now it's falling。 ここは英語なんでそのままいきますね。뭔가 잘 될 것 같은 예감。 何かうまくいきそうな予感という A メロです。そして B メロの歌詞ですね。次、하얀 거리마다白い道ごとに행복해 보이는 연인들。 幸せそうに見える恋人たち。네 맘은 어떤지？ 君の気持ちはどうかな？ 내 맘과 같은지？ 僕の気持ちと同じかな？ 우리 시작해 볼까요？ 僕たち始めてみようかという歌詞なんですね。このクリスマスのいい雰囲気に乗っかって、幸せそうに見える恋人たちみたいに自分たちも始めちゃおうかみたいなね、もう告白してしまおうということですかね。で、このウリシジャケボルカっていう僕たち始めてみようかっていう部分で急激にメロディーの音程が上がるんですよ。この勢いに乗って告白しようという感じが伝わるメロディーラインになってます。そしてサビの部分の歌詞を紹介しますね。오늘은 괜찮을까요？ 今日は大丈夫かな？ 내 맘이 전해질까요？僕の気持ちが伝わるかな？ 내리는 하얀 눈처럼 降ってくる白い雪のように너에게 닿을까요？ 君に届くかな？ 숨겨왔던 내 맘 전부 胸に秘めておいた僕の気持ちを全部고백할게요。 告白するよ。바로 오늘 크리스마스이니까 まさに今日クリスマスだからという歌詞なんですね。原曲では途中でラップが出てくるんですけれども、ちょっと韓国語のラップはハードルが高すぎるんですよね。で、私はちょっと日本語でもラップはできないので、その部分は割愛して代わりに今回自作のピアノソロを入れてみる形で作ってみました。では曲を聴いてみてください。ジェリークリスマスのクリスマスだからという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとベースとドラムの音が入っています。今回はね、カラオケ音源をすごく頑張ったんですよ。クリスマスっぽさが出るようにたくさん音を重ねて工夫しましたね。で、こういう音源は多分去年はね、まだ作れなかったんですよね。今年になって、いろんな曲をカバーしていくうちにこういうサウンドを重ねるっていうこともね、今年できるようになりました。アップテンポの曲なのでドラムとねベースのラインが非常に重要になってきます。で、リズムもなんかいつものバラードにはない感じのリズムなんですね。高
カタッカタッカってこう跳ねるものだったので、何度も聞いてね、聞き取って再現してみました。原曲ではワンフレーズずつ歌手が入れ替わって歌ってるんですけれども、私はメンバー一人っていうことでね、全部一人で歌ったんで、結構音程の切り替えとか転調が多くて難しかった楽曲です。原曲ではコーラスが重なっていて、とても豪華なハーモニーを楽しめますので、ぜひ原曲の方も聴いてみてください。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。で、YouTube の方はですね、いろいろ飾り付けをしてですね、全部ダイソーで買ってきたんですけれども、サンタの帽子をかぶったりしてね、歌ってますので、ぜひご覧になってみてください。YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。ちょっと短いか。まあいいか。